世界の辺境マニアです。ベトナム北部に中国へ続くベトナム最大級の陸路国境ゲートがあります。その名はユーギカン国境。ここは中国との物流の玄関口として人、車両、貨物が行き交う巨大な国境です。国境マニアとしてはここはどうしても外せない場所です。国境が好きで実際にこの目で見たくてたまらない。今回はベトナム側からユーギカン国境を記録しに来ました。前回の動画でモンカイ国境を見に行き、モンカイからの出発です。モンカイからバスでユーギカン国境へ行くつもりでしたが、ホテルの人がバスの時間を間違えたのか。ホテルでバスを待っている間にバスが出発してしまい、仕方なく車をチャーターしてユーギカン国境へ向かうことになりました。もう一日待って次の日にバスで行く方法も考えたのですが、ホテル代や無駄な時間を過ごすことを考えると、車をチャーターした方が効率的と判断しました。ベトナムの田舎といえば、ガタガタ道を想像してましたが、最近は高速道路もできたようで、ETC を使って、とても綺麗な道路を快適に走ることができます。まだまだ細部までは綺麗な道路になってないようですが、至るところで高速道路の建設が進められていました。私は自動車に詳しくないので、この見たこともない自動車が何なのか聞いてみました。すると、ベトナムの新興 EV メーカー、ビンファストというベトナムの自動車及びバイクメーカーの車で、2024年のベトナム国内市場の新車販売台数で、トヨタを抜いて首位を獲得しているほどのメーカーでした。私は知らなかったので、びっくりしました。皆さんはご存知でしたか？とても綺麗で、高級感があり、乗り心地も快適な自動車です。快適な乗り心地の自動車に加えて、道路も綺麗なので、モンカイからユーギカン国境の付近の町まで 300km を約3時間で行けるのです。バスに乗り遅れたのは、ショックでしたが、ホテル代とバス代を合わせると、この車のチャーター代くらいになるので、快適で早いので、結果的に良かったのかもしれないと、自分に言い聞かせました。ランソン省に入り、目的地のユーギカン国境が近づいてきたので、高速道路を降りて、下道を走ります。途中、ガソリンスタンドでトイレ休憩をしたら、無料のベトナムコーヒーをいただきました。これが、無料なのになかなか美味しい。さらに田舎道を進み、ドンダンという町まで行きます。実は、このドンダンという町、田舎すぎてホテルがありません。運転手さんに、今夜泊まるところはあるのか、と聞くと、探してあげるよ、ということで安心しました。ドンダンに到着後、運転手さんと一緒に食事をとり、宿探し。見つけたのがホームステイ。50歳代のお父さんと、20歳くらいの娘さんの2人暮らしの家に泊めてもらえることになりました。一泊、約1200円。50歳代くらいのお父さんは、スマホが使えないので翻訳アプリが使えず、話せないので私に近寄ってきません。翌日、レンタルバイクを借りようと、娘さんに聞きましたが、この町にレンタルバイク屋さんはないと。国境を見に行きたいと言うと、それなら私の電動自転車を貸してあげる、ということで。朝から、電動自転車で国境へ向かいます。ドンダンの町から国境までは、電動自転車で20分くらいです。途中の交差点にあったベトナム国旗が立つモニュメント。まず最初に現れたゲートはこれです。これが国境ゲートかと思ったのですが、これは輸出入貨物の集中検査、監督地点、出入境旅客の中継バスターミナルで、国境ゲートではなく、物流や旅客を裁く国境関連施設の入り口だったのです。このゲートは、たくさんの大型トラックが頻繁に出入りしています。次に現れたゲートも、バスターミナル、トラックや旅客車両向けのサービスエリア、倉庫、輸送、輸出入関連サービスを一体的に提供している、国境ゲートではなく、物流、旅客、車両を整理するための施設ゲートでした。この道路の奥の方には、たくさんのトラックが停車しています。見た目は、
料金所や検査レーンのような形ですね。メインのベトナム最大級の中国国境ゲートが見えてきました。この友誼間国境は、ベトナム、中国国境線上で最大級の国際陸路国境ゲートで、全体規模は124ヘクタール、中心計画エリアは 26.5 ヘクタールだそうです。政府系記事では、友誼間エリアのインフラとして、国境ゲート周辺交通インフラ、友誼間国際サービスセンター、友誼間国境ゲートビルなどが整備され、輸出入、出入境管理を支えていると説明されています。まず、電動自転車を駐輪場らしきところに停めます。歩いて国境を見に行きましょう。ベトナム最大級なだけあって、国境ゲートの建物もバカでかいです。後ろにそびえ立つ山もかっこいいですね。イミグレーションも覗いてみましょう。道路の中央に立って、正面から国境を記念撮影。反対側のイミグレーションにも行ってみましょう。どうやら、こちら側が中国からベトナムに出てくるイミグレーションのようです。中国人団体客の旗を持った人もいます。このイミグレーションを出たところには、街に行くバス停のようなものもあります。最後に、もう一度道路の中央から、友誼間国境を撮影して、国境を堪能します。もう、これ以外、見るところがないので国境を噛み締めて心に刻み、満足して帰ります。ピンクの電動自転車で帰ります。帰るのが名残惜しいので、物流や旅客をさばく国境関連施設の入り口をもう一度見ます。ここから本当に町に帰ります。ドンダンの町に戻ってきました。ドンダンは、ベトナム北部、ランソン省の中国国境地帯にある、辺境の町です。一応、人や物流を運ぶ鉄道の駅もあるのですが、日本人感覚では、いつ到着するかわからない、使い物にならないくらいの感覚の鉄道です。ドンダンは、中国との人の往来や物流を支える国境経済の町と言われていますが、実際に、こうして街中を走ってみると、時代が止まっているベトナムの田舎町に見えます。ビルはないし、最高でも3階建てくらいの建物しかありません。子供もヘルメットなしで、平気でバイクに3人乗りで走っているし、牛や豚の肉は地面に並べて売られている。鶏は、生きたまま売買されており、各自購入者が家で自分で鶏をさばいて食べるという習慣。飲食店もほとんどなく、屋台が数十軒あるのみ。ATM は探したけれど、街に1個しかありませんでした。ネットでは、ドンダンは中国国境経済を支える拠点、みたいなことが書かれていましたが、実際にドンダンの街を散策してみると、中国企業が会社や店舗を出しているところは見当たりませんし、ドンダンの街に、まともなホテルすらありません。私の実際に見た印象では、
中国国境経済や国境を越える人が通り過ぎる、単なるベトナムの田舎町にしか見えないというのが私の印象でした。ドンダンに一つだけ観光地がありました。ドンダン大母神寺院というお寺です。中国人の団体観光客がいました。色鮮やかな綺麗なお寺です。ドンダンの全景が見えるところはないかと探し、山の上の方まで電動自転車で登ってきました。途中の坂道で、電動自転車の馬力がなくて止まってしまうので、電動自転車を押しながら登りました。ここにも、国境地帯という看板がありました。国境マニアにとっては、とても興奮する看板です。あまりよく見えないような気もしますが、これがドンダンの全景、すべてです。町の端から端まで、電動自転車で走っても5分くらいです。とても小さな町。辺境の町です。おそらく、こんなところに日本人が来ることは、まずないでしょう。翌日、次の国境へ向かうためのバスを、ホームステイ先の娘さんに聞いてみると、バス停という概念はなく、電話で予約しておけば、家の前でバスが停車してくれるというシステムでした。絶対に日本人一人ではバスを予約できない仕組みです。翌朝、娘さんは出かけており、スマホの使えないお父さんと一緒に家の前でバスを待ち、お父さんがバスを止めてくれて、これに乗れ、というようなジェスチャーで、無事にバスに乗ることができました。何度もお父さんに頭を下げてお礼を伝えて、言葉の通じないお父さんと別れました。私一人では、バスの行き先の文字も読めないし、観光バスなのか、マイクロバスなのか、ワゴンのようなバスなのか、もしかしたら、商用のバンのようなバスの場合もあり、どんなバスかわからないので、お父さんにバスを止めてもらうしかなかったのです。言葉は全く通じないお父さんでしたが、心は通じ合っており、私のためにいろいろ協力してくれて感動的でした。ベトナムと中国の間には、大きく分けると7つほどの主要な国境ゲートがあります。地元民のみが通れる農道のような国境もありますが、それは含みません。一番有名なのは、ラオカイ国境。ラオカイ国境は以前の動画で紹介したので今回は行きません。今回は、この6つの国境を順番に巡っていきます。次回は、タールン国境。お楽しみに。次の動画公開まで、チャンネル登録をして、すべての通知、ベルマークをオンにしてお待ちください。